引き続き松山城のご案内です。城山公園の入り口です。かつてはここに三の丸がありました。現在地がここです。三の丸には役所や身分の高い重臣の屋敷がありました。三の丸への入り口が北と東の2カ所、それぞれ橋でつながり、それぞれに城門がありました。東の橋の現在の様子です。東の城門の石垣跡です。札の辻前の堀です。北の橋あたりです。堀に囲まれている三の丸は城門の石垣跡、高さ6メートルの土塁、馬の稽古をするための馬場、道路や排水用の側溝跡の一部が残っています。東の城門跡です。東の城門を抜けるとすぐ元古府新所という役所がありました。高さ6メートルの土塁と馬の稽古をするための馬場です。偉い人たちが住んでいたところです。道路や排水用の側溝跡です。市役所前の堀です。南堀端の堀です。昔は橋はありませんでした。愛媛県庁前です。県庁裏を通るルートで松山城に登ります。ここからが登山道です。目の前に見えるのは二の丸御殿の高い石垣です。まっすぐ行くと二の丸、今回は右に折れます。階段がなく舗装しているので歩きやすい道となっています。街灯もあって夜も登ることができますが、足元に注意してください。見どころは登り石垣で、県庁裏にある登り石垣はほぼ完全な形で残っています。中国の万里の長城のように山の側面からの敵の侵入を阻止するために作られました。国内では彦根城と松山城しか残っていない貴重なものです。このように登り石垣を間近で見ることができます。
筋あたりが上り坂で一番きついところですが、ここを過ぎれば坂道は緩やかになります。登り切ると長者が鳴る現在のロープウェイ降り場で東雲登山口と合流します。続いて黒門口ルートです。ここは江戸時代から松山城に登る正式な登場口です。当時の登場路の気分を味わえるルートとなっています。江戸時代の古地図で確認します。まず入り口の黒門跡を通って欅門、二の丸入り口の四足門を通り大手門に抜けるルートです。現在はないですが、ここに門がありました。黒門を抜けるとジグザグのクランク状の道となっています。これは敵の侵入を防ぐ効果と方向感覚を狂わす効果があると思われます。黒門口ルートは石段が多く足元が悪いので歩きやすい運動靴がおすすめです。雨の日は滑りやすいので注意してください。巣鴨跡です。門をくぐって中に入ると絵に描いたようなジグザグ道の枡形となっています。正面奥に見えるのは欅門石垣です。松山城屈指の美しさを誇り、ぜひ見てもらいたいところです。枡形を抜けるとさらにでかい欅門がありました。わずか100メートルの間に黒門、巣鴨門、欅門の3つの門があり、欅門を抜けるまでに5度のクランクの道が連続していました。欅門を抜けると検問所のようなところを設けていました。ここの石垣は立派で、石垣の上には櫓や砲台がありました。周りに砲台などを備え、お殿様のお住まいである二の丸への侵入を厳重に警戒していたのがよくわかります。欅門を復元してほしいという意見もあるようです。欅門の想定図はあるみたいですが、当時の図面や写真やお金がないようで実現には至っていません。正面の石垣の上が西大砲台跡です。敵を上から攻撃できるようになっていました。
右側が二の丸で松山城の中枢です。松山藩主の生活の場であり、御殿や庭園、茶室などがありました。ここが四足門で二の丸の正式な門です。欅門を抜けると上部に二の丸の米蔵と砲台もありました。ここから二の丸も少し見ることができます。特に見どころは大井戸以降です。小谷門跡です。左上の石垣の上に持ち弓櫓がありました。ここが中門跡です。小谷門と中門をくぐると本格的な登山道です。ずっと階段の道が続きます。ここには江戸時代そのままの石畳が残っていて風情を感じます。ジグザグの連続したヘアピンカーブの石段を登っていくと石垣が見えてくるので、ゴールはもうすぐです。大手門に近づくにつれ石段がきつくなり、道幅も狭くなります。石段の高さもバラバラで、敵の侵入スピードを遅らせたり、敵の侵入を防ぐための工夫が見られます。ちょうど上に見えているのが戸無門です。ここが大手門です。東雲口、県庁裏口の合流地点です。大手門跡には当時の礎石も残っています。
ようやく登りきりました。黒門口入り口よりここまで徒歩で約20分の道のりです。奥に松山城天守が見えています。手前の櫓は太鼓櫓です。大手門前の美しいヘアピンカーブです。上から見た大手門付近です。では最後に小町ルートで登ります。絡めてルートと言われる裏口の道です。絡めてルート入り口です。土砂崩れのため長い間通れませんでしたが、つい最近復旧しました。うっそうとした樹木の道を通るため自然が身近に感じられます。最も山登りの感覚が味わえる登山道となっています。松山城の縄張りは足立重信という戦国武将が担当しました。ちなみに重信は重信川を改修したことで、後に自身の名を冠する重信川という名前になりました。重信は山頂を削って本丸を造営し、二の丸三の丸も現在の場所に置きました。しかし足立重信の上司であった加藤義明は、当時の最高権力者の徳川家康の命令で城の完成を見ることなく福島県の会津へ引っ越しさせられ、続いて蒲生忠友が築城を継続しました。しかし忠友は急死し、翌年松山に入った松平定行がこれを受け継いでようやく完成しました。正面に大きな高い石垣と櫓が見えてくるとゴールはもうすぐです。天気がいいのも相まって石垣の扇勾配と櫓のコントラストが美しいです。登りきると乾櫓の石垣と乾櫓がそびえ、左上には野原櫓が見えます。屏風折れ石垣です。石垣の下の敵を横から狙い撃ちする横矢掛かりの罠が施されています。櫓には石落としも見られます。ここに乾一の門がありましたが、今では失われています。乾櫓、乾門、東続櫓、小天守が望めます。ここから望む松山城の眺めは代表的なビュースポットです。石垣は日本有数の高い石垣が見られます。松山城の特徴である屏風を立てたような屏風折れ石垣が分かりやすく見えます。石垣を屏風折れにすることで侵入してきた敵を攻撃しやすく、また石垣の強度が増すようです。正面が巨大な乾門です。乾門をくぐります。この辺りの坂が大変です。敵の侵入を遅らせる効果がありそうです。ここを登りきるとようやく本丸です。麓から徒歩で約20分ほどの道のりです。
乾門から登場すると正面に北隅櫓、南隅櫓がそびえます。野原櫓です。日本で唯一現存する望楼型二重櫓として貴重な野原櫓は、屋根の上に望楼を乗せ、後の天守閣の原型と言われています。望楼型天守として織田信長が作った安土城、国宝犬山城、国宝松江城が有名です。松山城で最も古い建物で、加藤義明時代の遺構です。正面に見えるのは乾櫓です。乾櫓はからめ手と言われる松山城の裏口防御の重要拠点です。左は乾門です。では乾櫓から七九門に向かいます。七九門と七九門西塀です。七九門を抜けると天守と小天守が目の前に現れます。櫓や門の壁は中に瓦や石を詰めて弾丸が貫通しないような作りとなっています。牛虎櫓です。本丸の表鬼門に位置する東側を守る門で、武者走りが特徴的です。奥に見えるのは本丸にある馬具櫓です。石垣が屏風折れになっています。本丸にある井戸です。深さ44メートルあると言われています。嘘かまことか天守と二の丸への抜け穴があったり、水をきれいにするために大判小判が投げ込まれているという噂があります。では松山城番外編は以上となります。まだまだ紹介しきれてないところがたくさんありますが、続きは松山城に来てみて探してみてください。きっとそれぞれの魅力的な松山城が見つかると思います。それではご視聴ありがとうございました。